はい、どうもこんにちは。今回もアクションの動画を見てくださり本当にありがとうございます。この動画では以前ご紹介したスピントランジションのやり方を利用してウィップパントランジションというものを作っていきます。やり方はとても簡単なのですが、結構いろんな動画にも使えますので、ぜひともやってみてはいかがでしょうか。さあ、ということで早速動画を見ていきましょう。それではトランジションを作っていきますが、今回はこんな感じで道を歩く映像を使用しております。この映像ファイルは受講生の方はダウンロードできますのでダウンロードしてみてください。ということでまずはこのクリップを使いやすい長さにトリミングしておきましょう。ウィップパントランジションというのはこんな感じで映像が横にさっとスライドしていくような動きがあるんですが、もちろんこのままスライドさせるとずらした時に横のところに黒いスペースが空いていますね。これだと見栄えがあまり良くありません。そこで以前作成した複製とミラーを加えたエフェクトをクリップに適用していきましょう。これは4つに複製したクリップをミラーで反射させているエフェクトですね。受講生の皆さんはプリセットをダウンロードできるようにしていますのでダウンロードしても OK です。このクリップはスケールを3倍にしておくことで通常の動画サイズで再生することができます。こうすることでクリップをずらしたとしても動画の端っこが黒ではなくて何かしらの背景が映るようになります。ミラーの反射した感じが嫌な時は3倍よりも少し大きくしてもいいかもしれませんね。ということでこのクリップにキーフレームアニメーションを打っていきましょう。アニメーションですが最終的にはこんな感じで左に少しずれているようにしていきます。ミラーで反射しているから変な感じじゃないかと思うかもしれませんが、ここは気にしなくてもいいです。これくらいの位置でキーフレームを打っておきましょう。そしたら8フレームくらいインジケーターを戻しておいてから1のキーフレームをリセットしておきましょう。こうすることで元の映像が正面で流れている状態から右へカメラがパンするような動きが出来上がります。パンというのはカメラを水平方向に動かすことですね。ただこのままだとパンするスピードが一定なのでキーフレームのところに戻って右を時間保管法のところでイーズインにしておきます。左側はイーズアウトにしておきましょう。そして1の横のバーを開くとグラフが出てくるんですが、山なりに速度が変化するグラフが出てきますね。このグラフのバーを動かすことによって速度を手動で変化させることができますので、バーを動かしていきながら最後のところでクイッと急激に速度が変わるようにしていきましょう。こうすることで徐々にカメラが横へと動いて最後に素早くカメラが動いていくアニメーションが出来上がりました。さあ、これで1つ目のクリップの準備は OK。続いては2つ目のクリップを挿入していきたいのですが、このクリップは上のところに移動させておいてから下のところに2つ目のクリップを挿入していきましょう。上のカメラパンが始まる最初のキーフレームに合わせて2つ目のクリップを入れております。さあ、2つ目のクリップが見えやすいように1つ目のクリップは一旦非表示にしておきますよ。それでは2つ目のクリップも1つ目とやり方は同じです。2つ目のクリップもエフェクトのところから複製&ミラーを提供していきます。するとエフェクトが適用されますので、このクリップもスケールを3倍程度に増やしておきます。さあ、それではこのクリップもパンの動きを作っていきますかね。アニメーションの始まりのところへと移動しておいて、まずはキーフレームを打っておきます。始めだけではなくて、1つ目のクリップが終わるところにもまたキーフレームを打っておきましょう。そうしたら最初のところのキーフレームに移って、このクリップは右の方向へと動かしておきます。このキーフレームアニメーションもさっきと同じく右側をイーズインにしておいて、左側をイーズアウトに適用しておきましょう。そしたらこれまた同じく1のメニューを開いておいてから速度グラフのハンドルを動かしていって、今度は最初の方でクイッとスピードが速くて、そして最後の方ではゆっくりとなるような動きを作っていきます。はい。こうすることで最初でほとんどの動きが終了しているアニメーションが出来上がります。最後の方は動きが少なく滑らかに移動していくので、この最後のキーフレームはもう少し右へとずらしていってもいいかもしれません。はい。するとですね、上のグラフでは最後がパンが速くて、下のクリップでは最初がパンが速いので、こ
このグラフの山の頂点が重なるように下のクリップを右へとずらしてあげましょう。こうすることでグラフの速度の変化が重なります。さあ、これで一旦上のクリップを表示しておいてからどんな感じで画面が切り替わるかを見ていきましょう。するとこんな感じでカメラが滑らかにパンをしている間に画面が切り替わるようになります。スッと切り替わってこのままでもトランジションとして使ってもいいですね。なかなかいい感じの動きができたのではないでしょうか。さあ、続いてなんですが、このカメラの動きにモーションブラーのようなものをつけていきましょう。ということで、今度は新しく新規作成のところから調整レイヤーを作成していきましょう。そしたらこの調整レイヤーは今作ったトランジションの切り替わりの上のところへと配置しておきます。そしたらこの調整クリップの長さなんですが、だいたいトランジションの始まりと終わりをカバーする程度の長さへとトリムしておいてください。そしたらインジゲーターを最初のところへと移動しておいて、エフェクトのところからブラー、方向というのを探し出してから、これを今配置しておいた調整レイヤーに提供していきます。するとエフェクトコントロールにブラー、方向というのがあるんですが、これで方向に合わせてブラーをかけていくことができるようになります。このままだと縦方向にブラーがかかっていますので、ブラーの方向を90度回転させておいてから、ブラーの長さにキーフレームアニメーションをつけていきます。最終的にブラーがかかるところなんですが、最初と最後はブラーが0。つまり通常の映像に戻るようにしておいてからキーフレームを配置しておいてください。そしてその真ん中あたりにインジゲーターを移動させておいてから、ここでブラーの長さの数値を上げていきましょう。さあ、こうすることで横方向にモーションブラーのようなものが適用されるようになってますね。そうしたらこのブラーに関しても速度に変化を加えていきます。最初のキーフレームにはイーズアウト、真ん中のキーフレームにはベジェ、そして最後のキーフレームにはイーズインを適用しておきましょう。これで速度のグラフを表示してみると、なだらかな山のようなグラフになっております。ここのグラフは2つのクリップと同じようにカメラがパンするのと合わせてモーションブラーを作っていくといいのではないでしょうか。真ん中で一気にブラーがかかるようにしておきます。さあ、これでざっと映像を見てみますが、カメラがパンするときに映像にブラーがかかって、その間に次の映像に切り替わるようにできました。いい感じですね。ただ、このままだとブラーが薄と同じく端っこのところが黒くなっております。これを消すためにエフェクトのところからラフエッジというのを探し出して、このラフエッジを調整レイヤーに適用してみましょう。すると端っこの黒いエッジが消えたんですが、ただエッジがギザギザになっていますので、ラフエッジのエフェクトコントロールのところから縁と書いてあるところの数値を0にしておきます。はい。これで黒いエッジも消えて全体にモーションブラーがかかるようになりました。ということでこれで Whip Pan Transition の作り方は OK。ミュージックビデオとかプロモーションビデオでもたまに見かけるようなエフェクトが出来上がりました。ただこんなに作るのはめんどくさいよと思う人のために簡単に作るやり方もご紹介しておきます。この方法もブラーの作り方とかは同じなので、この調整レイヤーは複製しておいてクリップの終わりのところに配置しておきます。この下にトランジションを作っていきましょう。これから作るトランジションは複製&ミラーのプリセットがなくても作ることができます。ということでクリップの後ろにもう一つ映像を挿入しておきます。はい。これだけだとブラーがかかってしまってシュインってな具合で次のシーンに移りますね。本当は映像の中であらかじめカメラをパンしているのであれば、こうやってつなげるだけでもトランジションを作ることができます。ただ今回はそうではないので、これからカメラがパンする映像を作っていきます。とは言っても今回は簡単にエフェクトのところから押し出しというのを探し出しておいて、これを適用してあげましょう。そして調整レイヤーに収まるようにサイズを合わせておきます。さあ、こうすることによって速度の変化はありませんが、映像がパンして切り替わるようになります。これを使うことによって複製とミラーを使わなくても簡単にトランジションを作ることができますので、面倒だと思ったらこれで代用してみてください。ただしこれを使うとトランジションの間に切り替わる時の縦の線が見えてしまいますので、それが嫌な人はさっきの方法を使ってみるといいのではないでしょうか。さあ、ということで今回の動画は以上です。楽しんでいただけたでしょうか。
もし少しでもためになったなと思ったらコメント欄のところに感想や気づきを書いてみたり、実際にトランジションを作って SNS にシェアをしてみてください。ついでにチャンネル登録もよろしく。それではスキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。